はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。硬いお肉の処理で困ったことありませんか？今までうちのチャンネルではいろいろなお肉を柔らかくする方法を試してみました。pH を変化させたり、酵素の力で柔らかくしたり、今日は物理的に肉を柔らかくします。肉叩きます。それでは早速やっていきましょう。今日は豚の肩ロースを用意しました。皆さんは普段とんかつを作るならどんな部位を使いますか？ヒレやロースが多いですかね。ヒレはロースよりも体の内側にある部位で1頭から少量しか取れません。とても柔らかく脂身はほとんどなくさっぱりとしています。ロースは豚の背中部分で肉質がきめ細かく柔らかいです。赤身と脂身のバランスがいいので人気の部位です。自分の場合はとんかつでロースを食べた後にちょっと脂っぽいなって思って次回ヒレを頼むとちょっと物足りなさを感じて結局またロースに戻っちゃいます。今回用意した肩ロースはより前側の肩部分のお肉です。よく動かす部位なので肉質は固めですが旨味があり味がしっかりとしています。あまりとんかつでは出てきません。理由としては筋などが多く硬くなりやすいのが原因です。しっかりと処理をすれば味が良く柔らかいとんかつができるはずです。ということで今日はこの肩ロースをミートハンマーで叩いて柔らかくしてとんかつを作ります。今までも pH の値を変化させて肉を柔らかくしたり酵素の力で肉を柔らかくしました。今回は物理的な方法でハンマーで肉を叩いて柔らかくします。包丁で筋を切る方法も同じく物理的な変化を与えます。とんかつの場合筋を切ることで収縮しないようになり熱を加えても肉が変に反らなくなります。叩くことで柔らかくなる他にも表面積が大きくなるので大きなとんかつを作ることができます。似たような調理方法だと埼玉の秩父のわらじカツが有名ですね。今回は特大の柔らかいカツを作ります。究極の柔らかさを求めたいので1万回このハンマーで肉を叩きます。それでは1万回肉叩きスタートです。じゃあいきます。序盤ですが結構疲れますね。片手で肉を叩いてもう片手で数を数えます。両手使うの難しいのでところどころギンギン丸に補助してもらいながら数を数えます。ヘビメタのドラムくらいのスピードで肉を叩き続けます。結構叩いた割にまだ300回です。あと9700回叩きます。今1000回です。ここでスピードアップです。早すぎて残像が見えます。やっと2000回です。誰ですか1万回叩くとか言い出したの。企画案の段階で10万回って出てて1万回に変更して正解です。これは先が長いです。2000回も叩くと十分薄くなっています。3000回3000回です。そこまで2000回と変化がないですね。4000回です。細かな肉片が飛び散り始めました。5000回です。5000回超えたので1回裏返しておきましょう。かなり柔らかいです。筋も切れていますね。裏はより筋が多いです。裏面もしっかり柔らかくしましょう。日頃のストレス発散にいいですね。同じ部分だけ集中的に叩きすぎると穴が開いてしまうのでまんべんなく肉を伸ばすイメージで叩いていきます。6000回です。あと4000回7500回やっと9000回あと1000回です。ラストスパートです。9500回あと500回肉もだいぶ柔らかくなってへたっています。9999ついに1万回終了です。スタート前に比べると肉が薄くなって全体的に繊維が切れている感じがあります。筋も切断されているのでこれは柔らかく感じそうです。叩きすぎたからうまさが逃げ出してるとかありますかね。それでは今日はこの叩いた肉を使って特大カツを作りましょう。まずは肉に塩コショウを振って下味をつけます。小麦粉、卵、パン粉の順につけて衣をつけます。結構パン粉が必要ですね。次に大きめの鍋で揚げていきます。台湾のジーパイを思い出す大きさですね。揚がったので取り出して早速食べてみましょう。いただきます。
今日はカナダの33エイカーズのサンシャインを飲んでみましょう。以前このブリュワリーのニルバーナを飲みましたが、缶のデザインはなんだか似ていますね。ベルジャンビールでコリアンダーとオレンジピールを副原料に使用しているのはよくありますが、八角が入っているのはありそうでなかなか見かけないですよね。色は少し薄めの澄んだ黄金色です。飲んだ感じ、ちょっと薄い感じがしますね。香りはしっかりと感じますが、さらっと飲めるというか、味わいが薄いという感じです。かなりスッキリとしていて、もっと八角の甘い香りとか強いかと思いましたが、そこまで主張は強くないです。それでは、1万回連打カツ食べてみましょう。初めの肉も肉厚でボリューミーでしたが、表面積が広がるとよりお豆腐感を感じますね。それではソースをかけて食べてみます。手で簡単に裂けるくらい肉が柔らかいです。これが何も知らずにお店で出てきたら、すごいいい肉を使ってるのかなと思っちゃうかもしれません。味が抜けたりしてるか心配でしたが、肉本来の旨味もあって、これは成功です。ただ、1万回叩くのに1時間以上かかりました。ここまでの労力をかけるなら1000円くらい追加していい肉を買った方がコスパがいいかもしれません。1万回叩かなくても肉全体を両面叩くだけでも効果はあるので、時と場合によって叩くのもありですね。夏場などは1万回叩いている間に肉が状態悪くなる可能性もあるので注意しましょう。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。肉1万回連打いかがでしたか？何回叩くのが一番いいのか気になっちゃいますね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。